こんにちは、カズマです。動画をご覧いただきありがとうございます。4月24日の木曜日、時刻は間もなく3時を回りつつあります。いやー、今日めちゃめちゃいい天気ですよ。これもう真っ青ですね。この青い空とこの白い雲のコントラスト、もう最高ですね。で、最近までちょっと霞んだ天気というか、ちょっと白っぽくもやっとした感じの天気が続いていたんですよね。それは花粉とか黄砂 PM2.5 の影響かもしれませんが、今日は幸いご覧の通りもう青空が見えていますんで、これはもう今日みたいな天気だったら、せっかくね天気もいいわけですし、これはもう外で撮るのがいいんじゃないかなと思って、それで今回こうして屋外で動画を回しています。今日話すテーマなんですが、小さく始める、徐々に広げていく、こういったテーマを交えて話したいと思います。あくまでも僕個人の主観と見解に基づく内容となりますので、そういう意見もあるんだなとか、そういう考えもあるんだなっていう感じで、そこら辺は話半分で見ていただければ幸いです。基本的にもうこうやって定点撮影で動画を回していますんで、基本的に背景はほとんど変わらないかもしれないし、背景変わらないって言っても、この雲の形が徐々に動いているわけですので、この背景におけるこの自然の景色、を楽しむ上では見てくれても構わないですし、ラジオ感覚で聞いていただいても結構ですので、そこら辺はお任せします。何かを始める際につい完璧を求めてしまう人っていると思うんですよね。完璧を求める、またはもういきなりハイスコアを求める、もしくは高い得点を目指すとか、そこら辺の気持ちは分からなくないんですけれども、別にそこまで無理してやらなくてもいいと思うんですよね。僕は今こうして YouTube を続けて、これで何年ぐらい経つんだろう、分かんないですね。一時期やってなかったんですよ。チャンネル自体を開設したのはだいぶ前なんですけれども、一度チャンネルを開設してからしばらくやらない時期が続いていたんですよね。どれくらいやってなかったっけな。もう全然動画を撮らないっていうか、もう面倒くさくて、別にやんなくてもいいかみたいな感じで、気がついたらね、もうどんどん時間が経っていくわけじゃないですか。そんな感じでね、でしばらくやっていなかった時期はあったんですけれども、もう最近になってからこうして、カメラの前で、座り込んで、こうやって屋外のあらゆる景色を交えながら話すっていうスタイルで、今こうして、動画を撮るようになってね。でなんだかんだでこうして YouTube を続けてもう 2,3 年ぐらい経つんですよ。あっという間ですね。いきなり初めの段階からバズるような結果であったり、一気に登録者数が増えたりとか、再生回数が一気に伸びるんじゃないかなとか、そういうのを期待してやる人もいると思うけれど、あまりそこら辺は期待しない方がいいと思うんですよね。なんでかっていうと、 YouTube って最初始めた時って本当に見てくれる人って全くいないんですよ。もう再生回数とかもうせいぜい3回か4回ぐらいしかつかないわけですし、そのうちの1回か2回は自分が見てどんな風に映ってるんだろうなみたいな、そういう感じでチェックしたりとかして、本当ね、最初始めた時はもうゼロに等しいような感じだったんですよね。全然何も成果を出せないというか、登録者数なんて本当にもう微々たるもんだったんで、こんなんで本当やっていけんのかなって最初そう思ったんですよね。その当初からVlog という名の動画日記を撮り続けて、であとは自分自身の今までやってきたことだったり、そういう経験談とかそういうものを交えつつ、その人生におけるありのままというか、そのリアルな一面を映していきたい。それをもとに一人でも多くの方にとって何か新しいことを始める、もしくは人生において何らかの選択肢があったとして、でそれを選ぶ、でそれに向けて動き出す、一歩踏み出すようなきっかけを与えれるようになりたいなと思って、それで YouTube を続けているっていうのもありますね。であとはもう一つ、僕も最初は年内にチャンネル登録者数を1,000人超えるようにしたいとか、5,000人1万人を目指すっていうような、そんな感じの意気込みでやっていた時期はあったんだけれど、これものすごい長い道のりだろうなって思ったんですよね。サムネ画像とか、あとはタイトルとかYouTube の
アルゴリズムに沿ってこういう風にすれば見る人が増えるんじゃないかなとか、一気にファンが増えるんじゃないかなとか、その応援してくれる人が一気に増えてくるんじゃないかなって、当初はねそう思っていたんですけど、現実はねそんな甘くないんですよ。本当に甘くないですね。僕自身もこうやって YouTube を続けて、で未だにこのチャンネルの方向性って定まってないんですよ。何してるんだろうな俺みたいな、そんな感じなんですよね。これ別にカメラ系のチャンネルでもないし、旅に関することをメインにしたチャンネルでもなく、あくまでもその僕個人のそのパーソナルな部分を前面に出してる、いわゆる、Vlog っていう名の動画日記というか、たまに延長線として旅をする時もあれば、なんかそれ以外にも人生とミニマリズムと今までのその体験を交えて、感じたことや今考えていることを、現時点での心境についてありのまま話し続けるっていうような、そういう姿勢でやってるんですよね。そういうスタンスで、今もこうして動画を撮り続けてるわけなんですが、何も完璧を求めなくていいんですよ。そんないきなりバズるようなものを作らなくたっていいですし、もっと自分自身の本音というか、もっと自分自身の今ある状況やリアルな一面をもっと見せてもいいんじゃないかなと思うんですよね。てか自分が思ってる以上に他人は自分のことをそこまで見てないし、仮になんかその失敗したこととか、なんかやらかしたことがあったとしても、そうなんだ、大変だったねみたいな、もうそれぐらいで終わるんですよね。でそれよりも元気に続けていることだったり、その人が話している姿というか、そういうものを発信し続けることが大切だと思ってるんですよね。だって人によってはもう動画の内容どうこうよりも、その人が喋っている様子を見たいとか、その人が元気に過ごしていることだったり、実際何があったのか分かんないけれど、その人自身が直近で起きたことや、楽しかったこと、もしくは残念な出来事だったりがっかりするようなことがあったとしても、そういうものを包み隠さず話しているところを見るのが好きなんですよね。なんとなく共感できる部分があると言いますか、それわかるなとか、この人も結構苦労してるところがあるんだろうなとか、そういうものを一人でも多くの視聴者に見せてあげた方が共感できる部分はありますし、もしかしたらそれによって救われる、または励まされるというか、明日に向けて頑張ろうっていうような、そういった些細なきっかけにつながることだってあるんですよね。実際僕も昔見たある方の動画を見て、それで救われたことがあったんですよね。ちょっと具体的なチャンネル名とかその人物名はここでは言わないですけれど、そういうことがあったんですよ。でその人も最初 YouTube を始める時はもうこうやって、iPhone だけで始めていたんですよ。今とあってはその方が普段動画撮影をする時は、一眼カメラと外部出力のマイクを使ってそれで、今を更新し続けているわけなんですけれども、最初はねその人 GoPro とか iPhone だけでやってたんですよね。本当にもう最小限の機材だけでやってて、まずスタートすること、まずやってみるっていうこと、もうそれで、続けている様子を見てすげえいいなと思ったんですよ。で今こうして動画を撮り続けて思ったんですけれども、今近くに誰かいるよね今近くにね犬の散歩をしている方がいましてちょうどもしかしたら画面の左脇のところで見えたかもしれないけど、そこら辺は多めに見てください。話を戻しますけれど、最初何かを始める、こうして、例えば最初何か始めることだったり勉強する時もそうだし、あとはスポーツをする、体を鍛える時もそうだけれど、まずは今持っているものだけで始めてみる、これがすごく大切ですし、今手元にあるものから始めることをお勧めします。で今回の場合 YouTube を始める時なんですけれども、もうね最初はスマートフォンだけで十分です。でなんでかっていうと、今となってはね、この新しいスマートフォンって歩きながら動画撮影する時にも手ブレ補正がちゃんとついてるわけですし、スマートフォンを固定して、撮影するってなった時、ダイソーとかセリアとかそういう100円ショップでも三脚って売ってるんですよ。そういうものを使ってそれをスマートフォンに取り付けてポンと
置いてしまえばいいんですよ。その上で、画面の前に立って、話をする、そういうところから始めてもいいと思うんですよね。それだったら誰でもできるわけですし、それが屋内撮影であれ屋外撮影であれ、どこでやってもいいわけですよ。基本的にその周り誰もいなければ、誰でも始めれるわけですし、全然もう誰でも自由にできるんですよ。もう一つ編集ソフトなんですけれども、 Android のスマートフォンは分かりませんが iPhone の場合だと iMovie っていう無料の編集ソフトがあるんですよね。これだったら無料でダウンロードして、簡単なカット割りとか効果音とか、あとは BGM 音楽を後ろに流すこともできます。パソコンで、編集ソフトを使うってなった時も同じように iMovie だったり、あとはダヴィンチリゾルブっていう編集ソフトもあるんですけれど、これも無料で使うことができますね。あとそれ以外にも探せば、無料で使えるものだったり、買い切り型の編集ソフトとか月額制の編集ソフトっていうのがあるんで、いろんなものを試してみて、でその上で自分にとってはこのソフトウェアが一番使いやすいなとか、これが一番編集しやすいなって思うようなものがあったらそれを使い続ければいいですし、で仮にスマホで編集作業を行うのがちょっと面倒だなとか、それが大変だなって思うようでしたら、その時にね、少しスペックの高いパソコンを買えばいいですし、ご自身の利用用途というか撮影用途に合わせて、その都度必要なものを買っていけばいいと思いますね。別に一番最初に一眼カメラとか外部マイクを買わなくたっていいわけですし、まずは手元にあるスマートフォンと、あと人によっては今手元にあるパソコンで編集作業を行うことができないかってやってみて、それどうしても限界があるとか今の状態では無理があるというか、ちょっとクオリティを上げるにはこれだと限度はあるなっていう風に感じるようでしたら、その時に、新しいカメラを買うなり、こういうこうピンマイクとかショットガンマイクっていう音声をよりクリアに聞こえるようなタイプのものを買えばいいですし、その時自分の状況に合わせて必要なものを選んでいけばいいと思います。もう一度言いますが、小さいところから始める、まずスタートを切ることで、スタートを切ってみて、でそこから徐々に動き出して、でその上で必要なものが何なのかというのを自分自身で、見つけていく。それがすごく大切だと思うんですよね。自分以外のその誰かにこれを買った方がいいよとかこれを使った方がいいよっていうふうに第三者の方がそういうふうに言ってきたとしても、その自分自身が必要としていない限り買ったとしても宝の持ち腐れになると思うんですよね。だって自分自身が本当に必要だと把握しているわけでもなく、そのことについて理解しているわけでもないのに、誰かに言われて無理やり仕方なく買わされる。だからその状態で買ったとしても満足しないでしょうし、やっぱり自分自身が一生懸命考えて、いろんな選択肢がある中でいろんなものがある中で自分自身時間をかけて調べて考えて、で最後それで納得した上で新しいものを買う。でそうしていく中で徐々に、広げていく、少しずつ拡大していくっていうような、そういう感じでね、自分のペースで、一個ずつ積み上げて少しずつ前に進んでいけばいいと思いますっていう感じですね。で今回これもうほんと全部アドリブで喋ってて、もうその時その瞬間自分の頭の中で思い浮かんだことをただ延々と喋ってるだけですので、少し聞きづらい部分というか拙い部分があったかもしれないけれど、そこら辺はご了承ください。それでは今回の動画はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見ていただきありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。もし今回の動画がいいなと思いましたらグッドボタンとチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。それでは次回お会いしましょう。ありがとうございました。さようなら。今ちょっとねおまけとして久しぶりにこうやって動画を撮ってるんですけれど、これ動画はソニーのカメラで撮っていて、音声は iPhone で録音してるんですよ。もう最近ねカメラ本体にワイヤレスマイク用のレシーバーをつけたりで、それにケーブルをつなげてセットアップするとか、その作業がねだんだんと面倒くさくなってきて、もうそういう時はもうぶっちゃけこれだけでいいんじゃないかなと思ったんですよ。もっと撮影しやすく、なんというかね、もっと撮影しやすくする上でできる限り少ない手間で、継続して
行うこと、それについて考えた結果、このやり方がすごくベストなんじゃないかなと思って、今こういう形式で動画を回しています。これね、今の新しいスマートフォン、今これ使ってるの iPhone16 なんですけれども、近年における新しいスマートフォンって動画性能だけではなく、内蔵マイク、音質も少しずつ良くなってきてはいるんですよね。で、僕はまだ使ったことはないんですけれども、 iPhone15 Pro や16 Pro、 iPhone のプロシリーズっていうのもだいぶ音質が良くなってるらしいんで、人によってはこれをマイク代わりに使ってる人がいるんですよ。でその方は海外で活動している映像クリエイターの方なんですけど、でその方もよくカメラの前に立ってこういう iPhone をマイク代わりにして音声を録音している様子が映ってるんで、それを見た時にこれだと思って、それで僕もこういう形で動画を撮り続けるようにしています。これめっちゃ楽なんですよね。まあでも音質に関してはそれはワイヤレスマイクとかショットガンマイクと比べたらちょっと落ちるかもしれないけど、でも個人的には別に聞いててそんな違和感はないですし、全然これで問題ないかなと思ってるんでね。少ないコストで最大の価値を築き上げる、できる限り少ない手間で更新頻度を上げること、それが個人的には大切なんじゃないかなっていうふうに思います。というわけで、おまけ映像としては少し長くなってしまったけれど、最後まで聞いていただきありがとうございます。というわけで終わりにします。さようなら。